学の時の実は夏休みになるとよく旅に出た。海外とか自分探しとかそんな崇高なものじゃなくって、18切符で知らない町まで行ってそば食べて風呂入って土産買って帰ってくる、そんなレベル。世紀末のようやくインターネットが普及しだした時代、携帯じゃなくてポケベルが最高の装備品。これから向かう先の情報なんかも調べる方法がなくて、基本的にいつもノープラン。ネットカフェに泊まれるのはまともな方で、しばしば駅で野宿してた。でもってある年の夏の日、関東某県のローカル線の終電に乗ってた俺は終点の一つ手前の駅で降りた。降りたのは俺一人。なんで降りたのかって言えば、駅名に惹かれたから。ただそれだけ。終点の次の方が知名度もあるし、大きな駅であることは想像できたんだけど、もうこの時点で駅値だと腹はくくってた。結果的にこの判断がこれから始まる恐怖の一夜の始まりだったんだけどな。人里離れた無人駅の割には、駅舎は結構立派で一晩過ごすのは問題なかった。民家一軒ないので当然商店もないんだけど、自動販売機もあるし、清潔感のあるトイレもある。そして嬉しいことに徒歩で歩いて行ける範囲に露天風呂の看板があった。夕方に一度別の駅の近くの温泉に入ってたけど、行かない理由もないのでその風呂に向かう。温泉街の外れの山道を登ると、雑木林の真ん中にポツンと佇む小さな風呂と屋根。料金箱に小銭を入れてミニランタンを頼りに夜の風呂に浸かっていた。そうしてのんびりしてたんだけど、急に風が冷たくなった。霊がとかじゃないからな。こりゃ雨になるなと感じた俺は、さっさと着替えると再び魔の駅に向かう。ポツポツと降り出した雨が駅に着くと同時に豪雨になって、まさに間一髪。俺冴えてるじゃんと自画自賛しながら駅舎の中のベンチに荷物を下ろしてベンチに横になった。駅舎は暗かったけど、ホームを照らす明かりが改札越しに差し込んで、荷造りには特に困らなかった。愛用の寝袋を出してそれにくるまる。ミニ目覚ましの時間を始発前1時間にセットして眠りについた。そんな時初めて気がついたんだよ。駅舎内の違和感に。自分のものとは異なる暗黙に目が慣れてきて、俺の目に映ったのは駅舎の陰で膝を抱え込んでいる男の姿だった。心臓がドキンと跳ね上がるのを歯を食いしばって抑え込む。外はさっきから降り始めた豪雨。なんか遠くで雷も鳴り始めてる感じ。俺、駅に入ってから結構ドタバタしてましたよね。ずっとそこで黙って見てたんですか？ドキドキしながらその男の様子を見る。膝を抱えて体育座り。眠ったように顔を伏せているので表情はわからない。血のパンに襟付きのシャツを着てて、俺よりまともな身なりに見えた。無造作にセットしたような髪と太めの体格はびくりとも動かない。てか寝言一つ聞こえない。遭遇して1分も経っていませんが、この辺りで感じましたよ。あれ、こいつ死んでるんじゃねえって。おい、恐る恐る小声で声をかけてみる。反応なし。バン、いきなり拍手。反応なし。
意を決す。さっきセットしたばかりのミニ目覚ましのアラームを現在の時刻にセットする。ジリリリリリリ。反応なし。決定。こいつ死んでるわ。電車が着いた時には駅舎に電灯もついてたんで、この男がいなかったのは間違いない。つまり俺が湯に浸かりに行っていた間にこうなったわけだ。問題なのはこれが事件なのか事故なのか。駅の外に公衆電話があったのを思い出して、とりあえず警察を呼ぼうと考える俺。しかし万が一この男が本当に寝ているだけだったら失礼なわけで、大きく足を踏み慣らしながら男に近づく。んでもって顔を覗き込む。見なきゃよかった。口からよだれみたいに血を流してるよ。いや、それでもと思い直して腕に触れてみる。冷たいよ。硬いよ。死後硬直してますよ。死亡確定ですよ。外に行こうと扉に手をかけた。その瞬間ふと考えた。あれ、ここで警察呼ぶと俺が第一発見者だよね。そしたらいろいろ面倒なんじゃね。事情聴取されたり、下手したら犯人扱いされちまったり。少し考えよう。思い直してベンチに座り直す俺。とりあえず寝袋その他を再びリュックに詰め直す。電車を降りてから今現在までのアリバイを考える。誰にも会ってねえよ。いや、こいつに会ってるか。いや待て、事故という可能性も。俺みたいに雨から身を守ろうとして駅舎に逃げ込んで座ってたら死んじゃいました的な。再び男に近づいてミニランタンをつける俺。うわ、首に跡がついてますよ。なんか縛ったような。事件確定。もうやだ。とりあえず自分の身の潔白を示すうまい方法を思いついたら警察を呼ぼう。それがその時の俺の心理だった。事件ならすぐ警察を呼ぼうと思うし、死亡時間が分かればアリバイなんていくらでも証明できそうな気もするけど、その時はそこまで頭が回らなかった。下手に拘束されるとバイト行けなくなるな。むしろそんな心配してましたよ。考えても考えてもパニクる俺。その時な、俺の中の悪魔が支えたんだ。逃げちゃえよ、と。死んだ男は赤の他人。俺と縁のゆかりもない土地。っていうか、俺、実際無罪。すごく魅力的な提案だった。もともと乗っていた電車の終点駅まで歩こう。朝には着くはずだ。そう思って扉に手をかけたとき、雷が聞こえた。ああ、そう。そういえば、外は大雨でした。再びベンチに腰を下ろす俺。死体とこのまま一晩過ごそうか。明け方に雨が上がったら脱出しようか。そんなことをもやもやと考えながらぼーっとしていた。そしたらなんと匂ってくるんだよ、男の匂い。刺繍っていうやつ。なんかやだなと感じる。ホームのベンチに座ってようかと改札をくぐる。そしたら向かいのホームに待合室が見えた。こいつはラッキーと階段を上がって向かいのホームの待合室へ。電気は消えていたけどベンチに座布団とか敷いてあって想像以上に快適な空間だった。あの死体がなければここで朝まで寝てるのに。マジでそう考える俺がいた。気がついたら寝てた。がっつり寝てた。外はまだ真っ暗なんだけど、業種によっては明け方と呼んでも差し支えないような時刻。雨はすっかり上がって都会では見られない綺麗な星空が見えてた。うわやべえと感じつつ橋を渡って駅舎に戻る。なるべく死体を見ないように駅から脱出しよう。そう考えながら改札をくぐる。そしたら死体が消えていた。瞬間、鉄拳のようなポーズで戦闘態勢に入る俺。死体が動き出した。実は生きていた。
完全にパニックに陥った俺。何をどうしていいかわからず、その瞬間を大声で叫んだ。わーとか、ウォーとか、そんな感じ。でもって歌い出した。涙の数だけ強くなれるよ。そんな感じ。歌い終わってからようやくベンチに腰を下ろす。ぜいぜいと息を切らしていたのが落ち着いてきて、それから頭が少しずつクールになっていった。男が座っていたあたりを調べる。シミみたいなのがついていた。血？よだれ？何とも言えない。室内の匂いを嗅いでみる。その時気がついた。昨夜は感じなかった匂いが混じっている。多分タバコの匂い。それもまだそれほど時間が経っていない新鮮な感じ。灰皿も見てみたけど、濁った水に何本も吸い殻が入っていてよくわからんかった。ベンチに座り直し、俺なりに考えてみた。男は実は生きていた。ぐっすり眠ってて、起きた後にタバコを一本吸って去っていった。一番理想的な結論だ。でも多分違う。死体の観察なんかしたことないけど、多分あれは死んでいたと思う。じゃあ真実は何か。誰かが男の死体を夜の駅に隠した。俺が離れの待合室で寝ている間にその誰かが回収した。タバコはその誰かが吸っていた。おそらくこんな感じなんじゃないかと思う。そう考えるとゾクッとした。もしも駅舎にとどまっていたら、その誰かと遭遇していたわけだ。ドキュン、ヤクザ、外国人、いずれにしてもかなりの確率で殺人犯なわけだ。雨の中、夜道を隣駅まで歩いていったら、それもそれで危ない感じがする。その誰かが放っておかない気がする。ほんの些細な偶然が重なって、結果的に一番安全な場所に身を隠していた。その時はそう思った。結局、始発までその駅にいた。始発の30分ぐらい前、駅に入ってきたよぼよぼのおばあさんがどれほど心強く見えたことか。昨晩知らない人が死んでしまったとよくわからん通報をするわけにもいかず、俺の中ではなかったこととして処理されている。地元に戻ってから毎日ヤフーでその地方のニュースを検索したが、該当した事件は確認されなかった。10年以上の月日が流れて、記憶もだいぶ風化しているけど、キャンプや野宿をすると思い出す時がある。何度か夢に出てきた。雷が瞬く駅。眠っている俺、駅舎の男が現れる。叫びながら逃げる。そんな感じ。当時すぐに通報すれば防犯カメラの画像なんかで解決したかもしれない。そう思うこともある。しかしまああれだ。あれは俺の妄想だった。あるいは夢だった。ということにしておいてください。